今日のテーマはアーキテクチャ。今僕は何を見ているかわかりますか？何を写真にしようとしているのか。今画面に映っているマンション、目を凝らしてずっと寄ってみてください。ずっとズームにして頭の中でイメージしてください。はい、そうです。これです。100ミリくらいの中望遠で切り取るとこうなります。建物の外壁を撮っただけなのですが、綺麗な幾何学模様になっていて、おっと思わせる写真ですよね。立体的なものを平面に押し込んだ写真。今日はこういうのを撮っていきます。今映像で見た後にこうして写真を見ているのでマンションってわかります。でもいきなりこの写真を見せられた人は一瞬ってなります。なんだこれと。ほんの一瞬 0.5 秒とか1秒とかそれぐらいのわずかなタイムラグがあってその後にパッと全体像を把握できる。これがマンションの外壁だということを認識できるわけです。結構前にアハ体験という言葉が入りましたけど、それに近いのかもしれません。重要なのは2秒もかからないということ。2秒を見てわからない写真はスルーされます。スマホの画面をプイッとスクロールされて終わりです。でもこれは1秒以内にパッとわかる。そのちょうどいいわかりやすさ、わかりにくさとも言えますが、それがこの写真のポイントです。さらにポイントを挙げると、立体的なものを平面に押し込むという視点、そしてその平面、つまり写真にした時に現れる幾何学模様、この2つがあります。コツとしては外壁がデコボコしている建物を見つけることです。今の場合はマンションのベランダ部分です。そしてその建物を斜めから見て撮るということです。建物を正面から見るとそれはすでに平面的になっているのであまり適切ではありません。冒頭で見た動画でも斜め下から見上げる角度で撮っていました。そうすることで立体的なものを平面に押し込むという感覚が得られるはずです。他の例も見てみましょう。今正面に見えるこのマンション、近づいて下から見上げるとこんな感じ。いい感じにデコボコしてます。こういうのが被写体として理想的です。はい、これもモノクロでコントラストを効かせるといい感じの写真になります。これは 40mm 付近、標準域の画角となります。次はこちら、大きな道路の反対側にある建物の側面、階段部分を狙っています。これぐらいの距離だと 100mm 以上が必要になってきます。すっきりした構図の写真になりました。色は残した方がムードが出るかなと思ったので、ティール&オレンジのプリセットを軽く当てています。さらに街灯のところに後からフォトショップでライトを足しています。こういう演出もありかなと思います。この写真を撮ってすぐの場所でもう1枚、こちらは斜め下から見上げて撮るパターン、100mm です。パッと見ると単純なテキスチャ画像に見えますが、よく見るとここにテレビのアンテナとか洗濯物とかそういうものが見えて、ベランダね、マンションねということがわかる仕組みになっています。でもたまにこういうので他人のプライバシーが映ってしまうことがあるので、そこは注意してくださいね。今回の写真であれば問題ないでしょう。ただ本音を言うと、この辺におばちゃんが洗濯物を干していてもそれはそれで面白い写真になるかと思います。小さく写る分には大丈夫かな。最後はこれは先週の動画、曇りの日にどう撮るの回で紹介しました。一つの建物ではなく重なり合うビル群が対象になっています。ここでもやはりデコボコしたものを平面に押し込むという撮り方をしています。ということで今回はアーキテクチャを5枚、風景としての建築物ではなく幾何学模様を見せる建築写真を紹介しました。こういう撮り方もなかなか楽しいです。
都市部の方が撮りやすいですけど、郊外とかでもこういうマンションは普通にあると思うので、次に出かける時にもう一回よく見直してみましょう。もしかしたら皆さんが毎日目にしている建物で撮れるかもしれません。前にも言いましたけど、写真は視点なんです。見逃しているものが身近にまだまだたくさんあります。こういう写真は条件的には曇りの日がいいです。晴れの日だとコントラストが強すぎたり、他の建物の影が入ってきたりするからです。使うレンズは中望遠 85mm から 105mm ぐらい、場合によっては 135mm とか 200mm くらいの望遠でもいけるでしょう。逆に近づいて狙うなら 35mm から 50mm ぐらいです。動画で使っていたレンズはソニーの 24-105mm F4 というズームレンズになります。これぐらいの範囲をカバーするズームレンズがあると便利です。最後にもう一度おさらい。凸凹した建物をまず見つけるということが大切です。そしてその立体を平面に押し込むように写真にしてください。鑑賞者にまずパッと幾何学模様の美しさが目に留まるようにしてください。そして0.5秒のタイムラグの後、これはマンションを撮ったものなのかと分かるようにしてください。簡単そうに見えますが、やってみると意外と難しいです。まず被写体を見つける目、そしてカメラを構える場所、この2つがめちゃくちゃ鍛えられます。今回は中望遠で撮るアーキテクチャ編でした。それではまた。